クレイアートチャンネルです。今日はジャムの瓶のリサイクルです。これハンコ立てです。キノコの傘にはハンコ用の穴があり、瓶の中には酒肉も入っています。酒肉の上に LED キャンドルを乗せて蓋を閉めるとランタンになります。では作っていきましょう。はい。では材料です。まずはね、このジャムの瓶ですね。いちごジャムでした。まあ何のジャムでもいいんですけれども、ね、瓶と、それからこの酒肉。この酒肉がこの蓋の内側に来ますので、この蓋の内側の一回り小さいものを、選んでください。そうでないとね、この瓶の方をこうかぶせた時に蓋が閉まらないので、で粘土とボンド、それから、ローラー、細工棒、伸ばし棒、七本針、それから筆と、それからこう、スポンジですね。あと塗料、ね、アクリル絵の具とトップコート、それから艶出しニスです。動画の方では私クラフトレジンを使っています。硬化させるかどうかだけの違いなので、作り方は同じになります。はい、では作っていきますよ。瓶の蓋の内側に両面テープを貼って、でその上に酒肉をギュッとねくっつけてやって、でこうね、こんな感じで、で、次に瓶のガラスの部分に粘土を巻きつけていきましょう。瓶の方にも軽くでいいので、粘土がね動かない程度にボンドを全体的に塗ってやります。サイズをねこう合わせてやって、で巻きつけます。しっかりとね圧着してやって、でこの瓶のね口の部分まで粘土をしっかりと巻きつけていきます。最終的にねこう蓋が閉まらないと困るので、ね、蓋をねが閉まるか確認しながら作業をしましょう。でこれ今回いっぺんに底の部分まで粘土がいかなかったので、次は底の部分にもちょっとねボンドをつけて粘土を巻きつけていきます。どうしてもねこうボコボコになる、ね、部分が接着面とか特にね出てきますので、そういうところは手に軽く水をつけて滑らせてやるとスムーズになります。全体に粘土が巻きついたら、まずドアをこうね細工棒でこういう風にドアの形に切り込みを筋を入れていきます。でドアは
外しませんので、ただそのドアの隙間から光がこぼれる程度に筋を入れてください。でドアの扉はこれね、一応板が縦に5枚だから、5等分にしています。縦ラインでね、こうやって。であとは細い木目の筋を入れましょう。扉の周りにこうフレームみたいな感じでね、石目調のフレームをつけたいと思います。粘土を伸ばしてやって、扉の周りぐるりとねボンドを塗って粘土を接着します。フレームの長い部分はちょっとカットしてやりましょう。で全体的にこう筋を入れて石目調にしていきます。はい、こんな感じかな。でその上にこう質感を出すのにね、7本針でつつきます。次に扉の装飾の部分を作ります。細長く、ね、粘土を伸ばしてもらって、で扉に対して水平に粘土をつけていきます。ボンドを塗って、でこうやってペタッと接着、ね、丸いドアノブも一緒につけておきましょう。余分な分はカットして、でこう扉のね縦の筋となじませてやりながら接着します。次に扉の下の石段ですね。とりあえずまずは1段目だけ作ります。こうちょっと四角っぽくね、角が出るようにちょっと指でつまみながら、でボンドを塗って接着して、で先ほどのフレームと同じような感じで筋を入れていきます。はい、こんな感じですね。でそこにまたこの質感を出すのに7本針でちょん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 とつつきましょう。はい、次に窓をつけていきます。窓ね、この扉の隣右と左に小さい窓が2つあります。四角く細工棒でね
切り取ってやって表面を整えます。細長く粘土を飛ばしてもらって、でこのガラスの窓にね十字に粘土を接着していきます。窓の周りにぐるりとフレームをつけていきます。さっきのよりはね太めにしてもらって、窓の周りにボンドをぐるりと塗って、で粘土を接着しましょう。ある程度こうやってね手で整えたら、細工棒でこう筋を描きます。こうちょっと木目調になるようにね、さっさっさっさと筋をつけてください。はい、今度もう一つの方の窓も同じように作りましょう。次に、ちょうどね、どちらかというと真ん中より下側のところに横に細長い横長の大きな窓をつけます。こう周りを整えて、で最初に塗ってやった接着剤なんかこうねウェットティッシュで軽く拭き取ってやって、でローラーでこの切り取った窓の周りにもう一列筋を入れてやります。細工棒で細かく筋を入れてやり、こうタイルのねフレームのある窓を作ります。キノコの傘の部分を作ります。台に押し付けながらキノコのね円錐形の傘の形を作っていきます。でシャチハタのね印鑑をラップに包んで、でこれをその傘の部分のところに突っ込みます。本来だったらこのサイズのね傘の場合は内側に何かこうアルミホイルだったりスタイルフォームだったり詰め物をすることが多いのですが、これぐさっとこのねシャチハタのね印鑑が刺さらないといけないので、もう全部粘土で作ります。表面に軽く水をつけて、ちょっとデコボコしてるところね直してやって、整えます。カッティングローラーでこう
4等分して8等分して、そこにさらに細かく筋を入れて、きのこのねひだの部分を作っていきます。ジャムの瓶の上にボンドを塗ってきのこの傘と合体させます。粘土を軽く伸ばして、台形のような形を2つ作ります。先ほどジャムの瓶の方に作った小さな窓の下に貼り付けていきます。横筋を入れていきます。で、細かい横筋も入れて、こうね、木のプランターみたいな感じに仕立てていきます。粘土を1ミリ、2ミリぐらいのもう細かい粒に丸めていきます。さらに粘土を薄く伸ばして小さなね、もうできるだけ小さいサイズのお花の型で抜き型で抜いていきます。で、先ほど作ったこの台形みたいなプランターの上にボンドを塗って小さな粒を接着していきます。で、あらかた粒をつけたら、その隙間にお花を接着していきます。もう大体でね、バランスを見ながらやりましょう。反対側も同じようにボンドを塗ってから、つぶつぶの実とそれからお花をつけてください。ドアの下の階段が1段なんですけれども、ちょっとねもう1段入れたいと思います。で、伸ばした粘土をこうちょっとねカクカクと四角くなるように指でつまんでやって、でボンドで接着していきます。ごめんなさい、なんかもう作ってる時夢中で作ってるんでね、位置がだんだんおかしくなってきてしまって映ってない部分が多いんですけれども、だいたい長さをね合わせてからボンドを塗って接着します。細工棒で2段目の階段に筋目を入れます。
はい、2段目の階段が出来上がりました。この上から軽く7本針でつついてやって石目調のテクスチャーを出していきます。ジャムの瓶の蓋に、こうねボンドで粘土をぐるっと巻いてやって、でちょっと凸凹つけながらね、ちょっと小さな葉っぱをつけたり、でこれは、丸めたね実を接着しています。もうただ単にこう丸めただけなんですけれども、でもそれでもねちょっとね足元にあるといいので、はい、こんな感じで、あとはですね、屋根にちょっとね屋根に生えてるキノコもつけていきましょう。木工用ボンドを屋根に貼って、で米粒みたいにしたね粘土を、横長の粘土を指でグッと潰したやつをもうペチャッとそのまま貼っていきます。こうお米の粒ぐらいの、お米の粒よりは大きいですね。でもまあ横長にしたやつを半分潰して、でペタペタペタとこんな感じでつけていきます。これでだいたいね、成形部分は終わりです。次ね、色塗っていきましょう。はい、まずは蓋の部分をグリーンに塗っていきます。これ苔っぽくなるように7本針でつついてあるので、実と葉っぱがついている部分以外はグリーンで塗ってください。ちょっとこれね準備が遅れたのですが、はい、金網を置きたいと思います。ね、塗るときはね金網が下にあるとねひっつかなくていいですね。でグリーンをザーッと塗っていって、塗りながらまた足したりとかしますので、そんなきっちりじゃなくて大体の部分で塗ってください。はい、バーンとシェンナ塗っていきます。葉っぱの上にねちょっと枯れ葉っぽくね、これローアンバーもね、焦げ茶と赤茶ですね、その辺もこう塗ってやります。で全体的にこうグリーンをくすませるような感じでちょんちょんと、ね、色をのせてやるといいと思います。次にこのきのこの本ね、本体の方の石目調の部分にグレーを薄くした絵の具を薄くねもう水で溶いて、それを2段の階段の部分と、それから周りの、フレームのところを塗ります。で扉は茶色で、ね、これ焦げ茶を塗って、もう上手にこう混ぜながらね、赤茶と焦げ茶と、それからこのね薄めた黒ですね、グレーを混ぜながら、でプランターの部分も、それから窓の小さい窓のねウッドのフレームの部分も茶色を塗ります。壁にねもう薄い黄色、パステルイエローを塗っていきます。これ多分一番最初にこれをやってからの方がね塗りやすかったですね。避けながら全然塗れたんで、こうね壁の部分に黄色を塗ってから、今度はきのこのこれはひだの部分ですね、ここに真っ白を塗ります。傘の表面を塗っていきます。カドミウムイエロー、もう黄色ですねを、傘の部分の端っこですね
を黄色で塗っていきます。でつけてある小さいねきのこは避けてやりながら塗りましょう。次にオレンジ色を中心からこの黄色のねところぐらいまで塗ってやります。でオレンジと黄色の間をこう上手にぼかすような感じでスポンジで絵の具を伸ばしていきます。黄色はねもうほとんど見えなくなるような状態ですね。スポンジでねポンポンと叩いて色を伸ばしていきましょう。次に一番頂点の部分ですね、中心に赤をのせます。で赤をのせてからポンポンとでそれをまたスポンジで全体的になじませていきましょう。プランターの花にはちょっとピンクと、ね、サーモンピンクとそれから黄色ですね、ちょんちょんちょんと大体で大体でのせてます。でこの先ほどこの蓋のところにつけた実物にもね真っ赤を塗ってあげましょう。横長の大きな窓のフレームのタイルの部分を着色していきます。これ私はダイソーで売ってる油性ペンのセットを買ってきたんですけれども、これでも全然いいですし、もうマーカーとかでもいいんですよ。なんだったら色鉛筆でもいいぐらい、クレヨンとかね。で一つずつタイルを着色していきます。はい、こんな感じです。ドアの金具ですね。金具というか鉄の部分をペンで塗っていきます。これ油性ペンね、黒で塗ってください。でドアノブも黒で、あとこの窓のねサッシも黒で塗ってやります。プランターのお花のところにねちょっとミントグリーンをちょんちょんと足してみました。ちょっとその残ったやつをまたこのね蓋のところにちょんちょんと雑味が出てねいいですね。キノコに生やしてるこのねキノコを避けて塗ってたんですけれども、どうしてもねオレンジになっちゃったので、そこにもちょっと白の絵の具を出しておきましょう。色はこれで終わりです。次トップコートかけていきましょう。全体にねざーっとかけてください。
じゃあなんとなくかかりましたね。このまましっかり乾燥させます。はい、次これで、軽量粘土ってダイソーとかで売ってる、ね、紙粘土ですね。それをカチッカチに、乾燥させたやつです。で、それをこの大根おろしで、おろし器でこうやってガリ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 っておろしていきます。出たね、粉を集めて、この左側のプラスチックの容器に入れました。レジン液を傘全体に広げていきます。ない方はツヤ出しニスで大丈夫ですよ。爪楊枝で全体に広げていきます。赤い実の部分にも塗りましょう。はい、レジン液全体に広がりましたので、先ほどおろし金でおろした軽量粘土の粉を全体に振りかけていきます。軽量粘土の粉をこういう風にきのこのね傘に振りかけて白いつぶつぶを表現するのは、私のオリジナルです。本当にリアルにできるので、もうぜひやってみてください。爪楊枝でこうやって撫でてるのはですね、重なってる部分をね外すという意味もあるんですけれども、それ以上にレジン液とねちょっとこの軽量粘土をなじませてるという作業です。はい、ではこれジェルネイル用のこの紫外線のやつですけれども、これオンにして中にきのこを入れて、でしばらく紫外線に当てて硬化させます。はい、出来上がりです。はい、こうやってね蓋を閉めてランタンにもなります。かわいいのできましたね。また次の動画で会いましょう。